こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。でまた、この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、まず昨日の米国の ETF のフローは、全体でプラス 2.1 億ドルの純流入を記録しています。ブラックロック、フィデリティ、アークの流入が目立ちますね。これで先週末から3日連続のプラスとなってまして、ETF の流入が回復しています。一方、香港の方はプラス 47.98BTC、ドル換算では273万ドル相当になっています。イーサはゼロとなってますね。あと ETF 関連では、オーストラリアの ASX でデジタル X のスポットビットコイン ETF、BTXX が8月12日に上場予定となっています。先日、バンエクのスポットビットコイン ETF がこのオーストラリア最大の取引所ASX に上場するとして話題となりましたが、それに次ぐ上場となっています。あれ以降、オーストラリア方面の盛り上がりはあまり取り上げられてませんけども、今後繁盛するのか注目ですね。あと、オンチェーンの方では、またドイツ政府の売りが継続中となってまして、新たに 6200BTC、ドル換算では 3.5 億ドル相当のビットコインが送金されています。ドイツ政府のアドレスは、昨日の時点では 27,000BTC ほどの保有でしたが、現在は先ほどの出金の他に入金などもあってですね、24,000BTC ほどになっています。着実に減ってますし、この売り圧ファンダも風化しつつありますが、引き続き進捗に注目したいですね。ビットコインの価格は現在 58,800 ドルあたりを推移しております。要人発言では、パウエル議長がインフレが持続的に 2% に向かっているという確信が強まるまでは、金利を引き下げることは適切ではないと考えていると発言しまして、前回の若干ハト派の発言から高派寄りの発言だったことで、米金利、米ドルともに上昇傾向になっています。米国債金利は 4.30 を推移しておりまして、ナスダックが 2450、S&P500 が 5587 と、再度 AT1 更新、ダウ平均が 39,291、キンゴールドが 2,368 ドル、日経平均が 41,630 円、ドル円が 161.4 円となっております。個別株の方では、マイニング企業のハット8が205メガワットの電力容量を備えた西テキサスの土地を契約、前回発表していたマイニング施設拡張の事実売りからか、株価はマイナス 8.3% と調整に入っています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 4.0%、額としては285億ドル相当、比率としては全体ではロングが 57.5%、バイナス目はロングが 62.8% と上襟になっています。今後の指標としては、本日7月10日にニュージーランド中銀政策金利、7月11日に米 CPI、7月12日に米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。市場全体で見たら、米金利が上昇しながらも各指数が AT 値を更新している状態になってまして、仮想通貨市場、ビットコインも ETF の流入が回復して OI も増加、ビットコインあるとともに反発傾向となっています。先日からの流れも強くなる要因になったのかなと思いますね。ただ本日23時にまたパウエル議長の発言ありますし、明日は米 CPI が控えてますんで、また警戒されそうではありますね。ビットコインのチャートだけ見ると、底値を切り上げているように見えまして、ギリギリ抵抗を突破してない形でしたが、ETF フローの公開からまた強くなって、58,000の抵抗を超えた形となりました。上は次6万の抵抗を超えられるかどうか、下サイド56,000あたりで反発できるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。インベスコアギャラクシーがスポットイーサ ETF の修正した S1 フォームを申請、手数料 0.25% に設定したことを明かしています。これまで手数料を公開したファンドは、フランクリン・テンプルトンが 0.19%、バンエクが 0.20% となってるんで、それに次ぐ手数料になってますね。あとは大手ブラックロック、フィデリティがどのパーセンテージで出してくるのか、各社の手数料競争の行方にも注目ですね。あとオンチェーンの方では、イーサの L2 のユニークデポジターズ、入金されているアドレス数が過去最低を記録したのが話題になっています。
税金やオプティミズムの値が反映されているグラフを見るとですね、今年の4月には25万アドレスを記録してるんですが、現在では3万5000ほど、約10分の1まではいかないんですけども、激減しているのが確認できます。TVL の減少を見ても、トークンやドロップ後にユーザーがとどまっていないことや、エコシステムが成長していないことなどが指摘されてますね。で、このイーサの L2 の件や、先ほどのスポットイーサ ETF の手数料の件に関しては、今朝メンバーシップの方で私が考えている懸念点などを挙げましたんで、まだ見てない方はそちらも見てみてください。イーサの価格は現在3120ドル、BTC 建ては 0.0527 と、昨日からは下がっております。先物の方では OI は全体でプラス 0.7%、額としては122億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.5%、バイナス目はロングが 71.2% と上入りになっています。連日、スポットイーサ ETF の進捗が取り上げられてますが、昨日ちょっと強かった分、今日は調整するかのようにビットコインについていけずですね、比較的弱いのかなと感じます。ゴーレムの大量売却などもありましたけども、価格は保っていますね。チャートだけ見たらドル建てでは上は3200を超えられるかどうか、下は3000、またはその下の2800で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからアルト関連になります。ワールドコインのワールドチェーンが開発者向けにテストネットをリリースしてます。ワールドチェーンは OP スタックを利用した L2 とされてまして、今年の夏にメインネットローンチ予定となってます。一時期はこのワールドコインの取引がオプティミズムチェーン上の取引の 50% を占めたことから、独自チェーンにも期待が寄せられてますね。ワールドの価格は現在 1.9 ドル、BTC 建ては 1.3%、時価総価131ですね。メインネットローンチが近づく中、そこあたりの2ドルを割った展開となってますが、ここから盛り返すことができるのか注目ですね。あとはネム、ジム税の上場廃止が相次いでますね。先日ネムがバイナンスから上場廃止となって話題になってましたけども、今回はジムがビットゲットから上場廃止となったようです。ネムからジムに移ってですね、そのネムが活動してないことまでは把握してましたけども、ジムまで上場廃止になる展開はあんまり考えてなかったですね。ネムは未だにコインチェックに上場してますけども、結果的にはネム、ジムどっちにかけても厳しかったようですね。ジムの価格は現在 0.018 ドル、まだ財布、バイビット、クイコインなど上場はしてますけども、ここから反転できるのか、その後の展開に注目ですね。あと、ミーム関連では、昨日メッシがミームのウォーターを PR したのを取り上げましたけども、今度はロナージュニアもウォーターを宣伝してます。ロナージュニアは仮想通貨の PR 関係で、詐欺で訴えられてた記憶ありますけど、これはセーフなんでしょうかね。ウォーターの価格はまた若干上がっています。時価総価527位ですね。このウォーターの PR が続くのかはわかりませんけど、PR に多額の資金を注ぎ込んでるのはわかりますよね。このウォーターが成功するのか注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。